うしたの？スパイダーマンが MCU を抜けることになった。それは残念だったね。チャンドラーがジョイと住まなくなった時と同じぐらいショック。その例えよくわかんねえな。どうも、PDR さんです。皆さんもご存知だと思いますけど、スパイダーマンが MCU、マーベル・シネマティック・ユニバースを抜けることが決定しました。たくさんの面白い映画、ありがとうございます。ファーフロムホーム見てないけど。見てねえのかよ。最初はすごいショックだったんですけど、よく考えてみたら PDR さん MCU にそこまで思い入れないから、どうでもよくなりました。おい！何個か前の動画でベノムの映画がゴミって言ったら、いや、ベノム面白いじゃんっていうコメントがちらほらあったんで、今日はなんでベノムの映画が嫌いなのと、PDR さんだったらベノムをどう扱うかについて話したいと思います。おう。ベノムが初っ端からアンチヒーローっていうのがちょっといただけなかったですね。ベノムって最初すごい面白い悪者なんですよ。で、このリーサルプロテクターっていうシリーズで確かアンチヒーローになるんですけど、なんかちょっともったいないことしたなって思いました。スパイダーマンが出てこない。スパイダーマンの出てこないベノムって、バートのいないアーニーみたいな感じですね。脚本がなんかいまいちでしたね。もうちょっと時間かけていいものを作ってほしかったですね。実際はどうかわからないんですけど、個人的にホームカミングが大ヒットしたからすごい急いでベノム出したんじゃないのかって思ってます。PDR さんはマーベルみたいな長期的なストーリーをやってほしかったんですよね。良かったところはトム・ハーディ。それだけ？うん。PDR さんがベノムが面白いキャラだと思うのは、エディ・ブロックはスパイダーマンのことが大嫌いで、シンビオートはもともとスパイダーマンについてて、スパイダーマンがそれを手放して殺そうとしたから、シンビオートもスパイダーマンのことが嫌いだから、もうスパイダーマンが嫌いだの塊なんですよ。スパイダーマンがもともと来てたから、スパイダーマンの思い出とか全部知ってるから、スパイダーマンの正体も知ってるし、スパイダーマンの愛する人もみんな知ってる。さらにスパイダーマンのパワーも全部ありますし、ウェブシューターがなくてもウェビング出せるし、スパイダーマンより強い上に、なぜかシンビオートはスパイダーセンスに反応しないんですよ。なるほど。で、PDR さんがもしベノムを MCU に登場させるんだったら、こうやります。映画は別に原作通りやらなくてもいいと思うんですけど、このシンビオートサーガーは原作に沿ってやった方が面白いと思います。結構レイミーのスパイダーマン3みたいになっちゃうんですけど、まずこの映画ではベノムは出てきません。シンビオートとエディ・ブロックが登場します。で、映画のどっかしらでエディがスパイダーマンを大嫌いになるきっかけを作ってほしいです。シンビオート手に入れる方法は正直何でもいいと思いますね。隕石とか科学実験とか。とりあえずスパイダーマンがシンビオートを手に入れれば何でもいいと思います。シンビオートを手に入れて最初は戸惑うんですけど、自由自在に操れるし、いつも以上に強くなった気がして、すごい、ウェブシューターも使わなくてもウェビングが出てくる便利だってなって、すごい喜ぶんですよ、最初は。でもだんだんコスチュームがなんか勝手に動いたりして、ヴィラン登場させるの多分雑魚っぽいやつがいいと思いますね。ショッカーとかブーメランとか そんな感じのやつを出して、で戦ってる時にコスチュームが言うことを聞かなくなって、ヴィランも殺しそうになるんですよ。それでスパイダーマンはうわーどうしようってなって、原作だとファンタスティック4の元に行くんですけど、ファンタスティック4がいないのでアベンジャーズのところに行って、ブルース・バナーかなんかに分析してもらって、コスチュームが生きてるっていうことに気づいて、スパイダーマンは、わー取ってくれってなって、分析して弱点を見つけて、超音波に弱いことに気づいて、超音波キャノンを作って、スパイダーマンとコスチュームを別にして、コスチュームを隔離します。スパイダーマンは帰って、一件落着。と思ったら、夜になるとコスチュームは隔離されてるとこから逃げ出して、寝てるスパイダーマンのとこに行って、スパイダーマン3のシーンみたいな感じで起きたらコスチュームを着てるみたいな、そういうシーンがあればいいと思います。コスチュームで最後の戦いやっぱ、教会で、うわーってやって、コスチュームを手放して、コスチュームは死んだと思って、スパイダーマンはまた一件落着。エンドクレジットの後のシーンで、スパイダーマン、ネッド、MJ がどっかで遊んでるか、もしくは学校へ行ってるシーンがあって、ちょっと遠くから黒い人物が見つめてて、手だけ見えて、手がブワーって黒く覆われて終わりみたいな、そういう感じで、ちょっとドラマチックな終わり方。ピーター・パーカーは誰かにつけられてる気がしてならない。
でもスパイダーセンスが反応しないから思い込みかなって思ったら、電車かタクシーの前に押されて殺されそうになる。でもスパイダーセンスが反応しなかったから何なのかわからないけど、とりあえず誰かにつけられてることは確実だっていうことがわかる。アメコミですごい有名なシーンがあるんですけど、メアリー・ジェーンが家に戻った時に影にピーター、スパイダーマンがいるように見えるんですよ。あ、ピーター何してるのって言った瞬間にベノムが出てくるんですよ。このシーンを再現したら面白いんじゃないのかって思います。別に MJ じゃなくてもメイおばさんかネッドでもいいんですよ。危害は加えないんですよ。ただビビらせて、これでスパイダーマンが、あ、こいつ俺の正体知ってるんだってなって探しに行って、それでベノムにボコボコにされて、ベノムがエディ・ブロックだということをスパイダーマンに教えて、それでお前のことは全部知ってるんだ、お前の正体もお前の愛する人も知ってるんだ、お前のことはいつでも殺せるんだって言っていなくなる。またアベンジャーズに頼るんですけど、アベンジャーズから超音波キャノンをもらって、またベノムを探しに行って、ベノムと戦ってボコボコにされて殺されそうになるけど、なんとか倒して、ベノムは逮捕されて、シンビオートとエディ・ブロックは別々に隔離されて連れて行かれて終わり。で、ベノムというキャラクターがもう確立されたので、こっからスピンオフつってもベノムの映画もう出したし、スパイダーマン MCU 抜けたし、はい、PDR さんがもしスパイダーマン3とスパイダーマン4を作るとしたら、でした。皆さんはスパイダーマンが MCU 抜けたことについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。じゃ。やあみんな、ベノム好き？ベノムが大好きで、そんな君に中二病 T シャツ、PDR サックス T シャツ、助けて T シャツ、絶賛発売中です。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。つけてるブルーボタンクリックしてビデオのルールでもらいましょう。皆さんの一番好きなアメコミ映画は何ですか？ぜひ教えてください。あと前回の動画と、一昨日ゴミ箱チャンネルで動画出したんで、ぜひぜひそれをチェックしてください。では。